皆さんおはようございます。 SFC 市場のお時間です。現在時刻は朝の9時、雨の羽田空港第2ターミナルにいます。今回は海外市場です。僕の第2の故郷でもあるバンコクに飛ぶんですが、なぜかその前に沖縄に寄って勢いをつけます。今回の予定はこちら。まずは羽田から那覇に飛び、那覇から羽田に戻ります。その後羽田からバンコクへ。帰りも同じように羽田に到着したら、また那覇に飛んで羽田にとんぼ帰りです。一般旅行者からしたら異常とも取れるこの行動、マイル市場者には定番のルートでもありますね。実際に私も JAL の JG 石井市場の際でこれのシンガポール版を2本飛んでいました。この謎の行動は国際線の起点を那覇にしたいため、マイル市場は長い距離を安い料金で飛べるほど効率がいいわけですが、国際線での出国前に国内線乗り継ぎ区間をくっつけることで国内線区間の PP をお得に獲得できるんです。今回のフライトはこちら。2両目の沖縄羽田から5両目の羽田沖縄までを国際線往復チケットとして手配しています。そして前後の羽田沖縄往復を国内線で予約しました。わざわざ沖縄発にすることで沖縄から羽田に向かう区間国際線乗り継ぎ運賃として片道8000円で発券できます。片道8000円で984ポイント獲得しているので、この区間の単価は 8.1 円。無駄飛びで体を酷使する代わりに PP をお得に追加できるんです。とはいえいつもの石垣タッチも単価は8円台なのでものすごいお得というわけでもありません。なんでこんなことをしているのといえば、やりたいから以外の答えが思い浮かばないですね。ちなみにこの市場は国際線 PP2 倍キャンペーンを狙っていました。去年は7月から2倍キャンペーンをやっていたので、今年もキャンペーンがあるとすれば早くとも7月以降かと思って調整しました。でもキャンペーン来ませんでしたね。前置きが長くなりましたが、それではスタートです。ご覧の通りフライトがずらりと並んでいます。今日はまずは羽田と那覇の往復、その後一度帰宅してシャワーを浴びたり荷物を持って再度羽田から深夜便でバンコクに飛びます。バンコク到着は現地時間の朝4時台。帰路はバンコクから羽田に19時くらいに到着し、そのまますぐに那覇に飛びます。そして翌日に羽田に戻ってきて完走です。飛行機いっぱい乗れるのは楽しみだな。意外と那覇で時間があることに気づいたのでランチを予約することにしました。まだお店がオープンしていないのでオートリザーブを使います。ここでフライト中に予約を取っておいてくれるはず。9時30分発の ANA995 便は市場で3回目の登場ですが、そのうち2回は修学旅行と当たっています。修学旅行で沖縄に行けるなんて楽しそうでいいね。修学旅行生が先に登場していきます。せっかくの修学旅行が雨で残念だけど楽しんでほしいね。こっちは市場です。文字面は似てるのに漂う旅情は全然違うね。機体はいつものボーイングトリプルの300。雨の中でも手を振ってくれています。どうやら沖縄現地の天気は晴れみたいで良かったです。自分が移動が好きな人間で良かったとつくづく思います。観光しなくても移動そのもので楽しめるから、旅行で得られる幸せの総量は多い気がする。那覇の街が見えてきました。今日も沖縄の海は綺麗。ずっと平らな街並みなのがいいよね。那覇空港に到着しました。帰りの便までは約5時間あります。まずはユイレールで街に出ましょう。予約は無事に取れていました。やってきたのは寿司井上。ユイレールの県庁前駅から歩いて5分ほどのところにあります。大将は撮影してもいいとのことでしたが、じろじろ撮るのも気が引けたのでいくつか写真でご紹介。初手撮ろう。上品な感じでした。こちらは車エビの尻尾。驚くほど軽い食感で楽しいです。イクラとウニも。この辺りは県外から入れてるんでしょうかね。マグロの赤身。大将に聞きそびれたんだけど、どんなマグロだったんだろう。巻物もいただきました。
お任せでお願いしましたが1時間弱でサクッと終了。ごちそうさまでした。カーシェアを使って瀬長島に来ました。時間があれば海かじテラスでのんびりするんですが、現在の時刻は14時30分。車の返却とかも考えると意外と時間がないので、海を眺めるだけにしておきます。月曜日でも混んでるね。海かじテラスがある瀬長島は那覇空港のすぐそば。滑走路がよく見えます。綺麗な海だよね。那覇空港は忙しい空港なので、ひっきりなしに飛行機の離発着を見ることができます。割と至近距離で見れるんだよね。ANA の飛行機でした。那覇空港に戻ってきました。お寿司も食べて海も眺めて飛行機もたくさん見て、心も体も満腹です。2本目の羽田行きも遅延。この時期の沖縄便は遅延はつきものですよね。でも羽田から一度家に帰らないといけないので、あまり遅くなるのも困るんだけどな。2本目はボーイング787。トリムライナーって最近の機体のイメージでいるけど、もう ANA のデビューから10年以上経ってるんだね。数日後には戻ってくるんだけど、ひとまず沖縄とはお別れです。那覇空港から離陸していきます。日が傾いてきていますね。夏雲が海の上を漂っています。普段の狩猟なら沖縄羽田はウイニングランなのに、今回はまだ助走区間なんですよね。羽田着陸が近づいてきましたが、何やら邪悪な空。だいぶ暗くなってきています。飛行機は結局45分ほど遅延して到着の見込み。他 BBK タッチの合間に自宅タッチも演目に組み込まれそうです。現在20時。これから自宅に戻り急いでシャワーを浴びます。実は旅行のパッキングもまだしてない。現在22時30分。あと1時間半ほどで出発です。ANA が国際線も2タ目に集約し始めてから初めての国際線フライト。2タ目の国際線がどんな感じなのか楽しみです。深夜便だからかターミナルはガラガラ。でもすごく綺麗ですね。3タ目よりもコンパクトで使いやすそう。JFK、シドニー、ミュンヘン、ジャカルタ、バンコク、シンガポール。なんだか強そうな路線が多いですね。では手荷物検査に向かいましょう。3本目はバンコク行きの NH84 便。あと1時間ほどで搭乗開始やと思います。そばには ANA のラウンジが。早くあそこに入れるようになりたい。お昼のお寿司以降何も食べてないので、何か食べてから出発しようかな。免税店は空いているところもありますが、ブランドの単独店はもう閉まってしまっていました。搭乗ゲートそばにレストランが。でもほとんどのお店がラストオーダー終了済み。もしかするとこいつしか食べ物がないかもしれない。だったら食べなくてもいいかな。と思ったらラーメン屋さんだけ開いていました。空港価格のちょっとお高めのラーメン。シンプルな醤油ラーメンだけど外国人に受けそう。注文できたのもギリギリだったみたいで、このラーメン屋さんも閉店して全てのご飯屋さんが閉まりました。現在は23時。美味しくいただきました。ごちそうさまでした。それではゲートに向かいます。搭乗開始は出発の30分前の23時35分。半分以上は外国人な感じですね。真夜中の飛行機かっこいいです。羽田が24時間動くおかげで旅の選択肢が広がっていいですね。機体は引き続きボーイング787。ただ装備はもちろん違いがあります。
コノミークラスの座席ですがシートピッチは十分。フットレストもついています。日本人の平均的なサイズの自分には窮屈感は感じません。タイ語のアナウンスが懐かしい。フライトタイムは5時間半ぐらい。現地との時差は2時間です。離陸していきました。先ほど那覇から到着した時と比べると街がだいぶ暗くなっています。到着したら朝から出かける予定なのでできるだけ寝たいんだけど、途中で軽食と機内食が出るので睡眠タイミングがむずい。東南アジアの深夜便は明け方に軽食だけでもいいと思うんだけどな。というわけで軽食が配られました。日本時間で深夜1時、出発から1時間後ですね。入っていたのはおつまみっぽいやつとカントリーマーム、あとはお水。ひとまず食べずに取っておこうかなと思っていたのに、ドリンクのサービスでビールをもらってしまった。おつまみと一緒にサクッと飲んで寝ましょう。ちょっと寝てたら日本時間で4時半、3時間ほど寝ていました。もう朝食の機内食が運ばれてきます。トマトペンネとチキンのクリームソース、あとは鴨とオリーブの前菜とサラダ、パンとフルーツもあります。普段朝食を食べない人間にはちょっと重いかな。機内食を食べていたらベトナムの上空に入ってきました。この辺りは海岸線が綺麗なんだけど、この時間は何も見えないね。到着までもう一眠りできるかチャレンジしてみます。着陸しました。外はまだ真っ暗。現地時間で3時44分です。駐機場について入国審査を受けたりしても4時過ぎには動き出せるね。早すぎてどこも空いてないし、公共交通機関も動いてないけど。飛行機から降りてきました。この時間でも各地からたくさん飛行機が到着してるんだね。では入国審査です。無事入国できました。これから2泊3日でバンコク旅です。子供の頃に住んでいた街なので里帰り気分。旅の様子は別動画にまとめてあるので、よければそちらもご覧ください。旅というか暮らしみたいな3日間でした。さあ帰国です。別動画の通りあわや乗り遅れるかというピンチだったんですが、なんとかなりそうです。バンコクからの帰りは毎回ドタバタしてる気がする。出国手続きを終えてエアサイドに来ました。ヘビで綱引きする例のモニュメントでみんな記念撮影しています。帰りのフライトは NH848 便。スターラが集まってる向かって右側のエリアにゲートがあります。本当は少し買い物もしたかったんだけど、朝の渋滞に巻き込まれたせいで搭乗開始まであまり時間がありません。ブランド物はいいんだけど、お菓子とか買いたかったな。ANA のロゴを見つけて一安心。やっぱり日系キャリアは肌に合うよね。荷物の積み込みが行われています。後ろのスクートと比べるとやっぱり大きいね。帰りも同じような位置の座席。機内に乗り込みました。そんなプームの窓の形はとてもタイらしくていいよね。帰りも7時間くらいのフライト。子供の頃は永遠のように感じられたけど、大人になるとあっという間だよね。4本目のバンコクから羽田へのフライトが離陸していきました。遠くにバンコク中心部の街並みが見えます。このフライトが終わればあとはウイニングランみたいなもんです。雲の群れと一緒に飛んでいきます。上空に上がってすぐにおつまみをくれました。日本らしくて綺麗なデザイン。ビールと一緒にいただきます。なるべく早く寝ちゃいたいからお酒の助けも借ります。窓の外はもっこもこの雲。なかなか見ないサイズだけど、これも入道雲の一種なんだろうか。窓から見える景色が国内とは全然違うから、外を眺めるのが飽きません。特
想的な形をした湖があるね。山の緑も少し深い気がする。飛行機はダナンの辺りから海に出ていきます。まっすぐに綺麗な海岸線が続いてる。この辺りもリゾートとしていいって聞くので、そのうち来てみたいな。出発から2時間ぐらいで機内食タイムです。2種類から選びましたが、豚肉がおすすめですというのでそれに従いました。確かに美味しそう。こういう味付けならタイのケータリング会社でも上手に作りそう。あとはそうめんとサラダにチーズとクラッカーです。確かに豚肉は美味しかった。エコノミーでもまずくないのがすごい。ご飯を食べ終わったら急激に眠気がやってきて、起きたらもう日本上空、あと1時間ちょっとで着陸です。渋谷の上空を飛んでいきます。こうやって見ると東京はバンコクの比じゃない建物の密度だね。しかもそれが広範囲にずっと続いている。そろそろ市場の4本目も終わりが見えてきました。空港が近づいてきます。到着予定時刻は日本時間で18時。西日を浴びながらのフライトが続きます。着陸してバスに乗り換えました。これでターミナルまで向かって、それから入国審査です。日本に帰ってくると毎回日本に生まれてよかったって思うね。バスは綺麗だし、スーツケースを投げる職員もいないし。さあ帰国しました。でも冒頭にお伝えした通り、この旅はまだ終わりません。いやもう終わりにしてもいいんですけど、修行僧として PP を拾いに行くお仕事が待っています。次のフライトはこちら。20時発の沖縄へのフライトです。ゲートは58番。では手荷物検査を通ってゲートまで行きましょう。今度の沖縄行きは定刻出発みたい。まだ1時間ほどあるので晩ご飯でも食べてこようと思います。伝統的日本料理カツカレーにしました。カレーは美味しいからいいんですけど、煮た目や野菜よりもう少しご飯屋さんのバリエーションがあると嬉しいな。さあ5本目の飛行機に乗り込みました。1本目ぶりのボーイング777です。でも装備は1本目より新しめ。今日は朝からずっと飛行機に乗りっぱなしなので疲れてきた。沖縄まで寝ていきましょう。本当に爆睡しちゃって何も取ってませんでしたが、那覇に到着です。時刻は22時35分。今日は早く寝ます。おはようございます。史上最終日の朝です。朝ごはんを食べにやってきました。ここはパン屋さんなんですけど、好きなパンを選んでモーニングセットにしてもらうことができます。朝早くからやってるのもありがたい。ごちそうさまでした。昨日はどうなるかと思ったけど、寝て食べたら元気になりました。ただいま朝の8時半くらい、9時55分のフライトなので U レールでぼちぼち空港に向かいます。最後の6本目の搭乗ゲートまでたどり着きました。天気と呼応するように気持ちも晴れやかです。JGC のためにお菓子にタッチとかしてたのは 7,8 年前だったので、その頃は若くて元気が有り余ってたんだろうな。今回はちょっと後悔しました。でもまだ懲りずに海外出張がこの後も控えてるんですよね。旅と移動を趣味にしてしまった自分を呪うしかない。早く修行を終わらせて楽になりたい気持ちと、修行口実にいろんなところに旅したい気持ちがぐるぐるしている。それではファイナルレグの離陸です。今回のフライトは一番いい天気の中で飛んでるかもしれない。空気の霞も少なくて街がよく見えますね。南の方をぐるっと旋回していきます。那覇の街もよく見える。
本当にいい天気。なんかまるでミニチュアみたいに見えるね。あっという間にやんばるの方まで来た。徳之島はすっぽり雲に覆われて局地的に天気が悪そう。雲のだるがらみだね。島をなぞるように飛んでくれるので窓の外の景色がずっと楽しい。奄美はギザギザした島を従えているのが特徴。画面向かって右側が本島で左にいくつか小島があります。その少し北東には焼酎でも有名な機械島。この辺りの島もいずれじっくり旅をしたいですね。このフライトは本当に天候に恵まれて静岡山梨あたりでは富士山が見えました。雲からすっぽり頭を出している。さあ眼下には房総半島の景色が見えてきました。山とゴルフ場と高速道路。長かった狩猟の旅もこれで終わりですね。ここまでのフライトの PP が全て反映されると約22,000ポイントまで到達します。他にもすでに発見済みのフライトがあるので、その合計で36,000ポイントまでは見えています。あと14,000ポイントをどこを飛んで取りに行くかはまだ悩み中。冬ダイヤで ANA 便が復活するミラノあたりもいいなと思うんだけど、 PP 単価的には美味しくなさそうですよね。もしおすすめがあればコメント欄で教えてください。羽田空港に到着しました。長かった丘 BKK 市場もこれにて完走です。自分が思ってる以上に疲れやすくなっていることに気づいてしまったので、次の海外市場をするならもう少しいいクラスで飛ぼうかな。てか PP2 倍キャンペーン今からでもいいので来てほしい。切に願います。SFC 市場を去年のうちにやっておけばよかったよ。SFC はそのうちやればいいと思ってたんですけど、 JGC の条件厳格化を受けて焦って今年 SFC 市場を始めたんですよね。それでも旅行の口実を与えてくれた ANA には感謝しています。そんなわけで長くなってしまいましたが、初めての SFC 海外市場でした。次も海外市場が控えているので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。